おはようございます。桜井です。今回はビットレード X の損失補填制度、こちらについて紹介をしていきたいと思います。暗号資産ってどうしても値動きが激しい、リスクが高そうという印象がありますよね。特にこれから始めようとしている初心者の方や慎重なタイプの方にとっては不安材料の一つだと思います。でも実はビットレード X ではもし損失が出ても条件を満たせば補填されるっていう制度があるんです。これ他の取引所ではあまり見かけない特徴で僕自身も最初驚きました。今日はその補填制度の中身を具体的に見ていきながら他の取引所と何が違うのか、こちらについても比較をしていきたいと思います。まず、ビットレード X の損失補填制度について基本的な仕組みを解説します。この制度は、ビットレード X が提供する AI ボットによる運用において、もし損失が発生した場合でも、最大 100% まで補填されるというものです。対象となってくるのは、初回の運用において損失が発生し、なおかつ補填の条件を満たしているユーザーです。補填を受けるための主な条件は次の通りです。一つ目、運用金額が 100USD 以上であること。二つ目、30日間 AI ボットの運用を継続していること。そして3つ目、本人確認など指定された KYC 手続きを完了していることです。これらの条件を満たしている場合、万が一損失が出ても補填申請を行うことで最大で損失分を全額カバーしてくれるという仕組みです。リスクゼロとは言いませんが、リスクを抑えながら AI ボット運用を始められるという点では、初心者にとって非常に心強い制度だと感じました。そしてビットレード X の損失補填制度にはいくつかの明確なメリットがあります。まず最大のメリットは、実質ノーリスクで AI ボット運用を始められるという点です。初心者やこれから暗号資産を始めようとする方にとって損失が出たらどうしようという不安を大きく和らげてくれます。さらにビットレード X が損失補填に対応しているという事実そのものがユーザーに対して本気で向き合っている取引所なんだなという安心感にもつながります。また、資金の運用において一定の条件をクリアしていれば AI ボットの性能に納得できなかった場合でも元本が守られるというのは大きな魅力です。ただし、この制度には注意点もあります。一つは補填を受けられるのは初回限定であるという点です。何度も補填を受けられるわけではないため、最初の運用時は条件をしっかりと確認しておくことが重要です。そしてもう一つは補填申請には一定のルールや期間があるという点です。例えば30日間の継続運用が条件であったり、KYC の完了が必要だったりします。こうした条件を満たしていない場合は、補填対象外となる可能性もあるため、事前にしっかりと制度の詳細を確認しておくことが大切です。暗号資産取引所の中には、本質補填制度を謳っているところもいくつかあります。例えば、国内大手では、ハッキングなどによる資産流出に対して一定額までの補填を行うケースがあります。ただし、それはあくまで取引所側の過失が明らかな場合に限られていたり、保証対象が限定的だったりと、実際に使えるかどうかは条件がかなり厳しいです。一方でビットレード X の損失補填制度はかなりユニークです。ユーザーが AI ボットの運用において損失を被った場合、一定条件を満たせばその損失の一部を補填してくれるという仕組みです。特に注目したいのは自分の意思で止めなかった損失も補填対象になるケースがあるという点です。つまりある程度の裁量をボットに任せて投資するスタイルであってもユーザー側が保護される設計になっています。このような制度は他の多くの海外取引所ではまず見られませんし、国内取引所の制度と比べてもユーザー目線の安心感は段違いだと思います。補填の条件はあるものの、運用初心者にとって万が一の備えがあるというだけでも心理的なハードルは大きく下がるのではないかなと思います。はい。ここまでビットレード X の損失補填制度について詳しく紹介してきましたが、一言でまとめるなら初心者にも安心してスタートできる設計だと感じました。
特に暗号資産のようなボラティリティの高い市場で万が一損を出しても補填されるという仕組みは心理的なハードルを一気に下げてくれます。もちろん補填には条件がありますし、永久に保証されるわけではありませんが、それでもここまで明確にユーザー保護の姿勢を打ち出している取引所は珍しいと思います。僕自身、この制度を知ったことで、この取引所なら紹介しても大丈夫だなと確信を持てました。だからこそ、こうして数本にわたってビットレード X の特徴を丁寧に紹介しています。次回はビットレード X が採用しているステーキングの仕組みについて解説をしていきます。どんな人に向いているのか、どのように収益が発生していくのか、実際の数字やシミュレーションを交えて分かりやすくお届けをしていきたいと思います。では、今回ご紹介したビットレード X に興味を持っていただいた方へお知らせです。僕の公式 LINE に登録していただくと、ビットレード X の登録リンクを自動返信でお届けしています。登録後に AI とメッセージを送っていただくだけで OK です。このリンクには僕の視聴者限定で用意されているものなので、偽サイトなどではございません。また、LINE に登録していただければ、ビットレード X に関する最新情報やステーキングの始め方など、今後の動画に関するお知らせもお届けしていきます。ぜひ LINE の方に登録してもらって、AI とメッセージをしてみてください。それでは次回の動画もお見逃しなく、最後までご視聴していただきありがとうございました。では、重要な点を最後にお伝えしておきます。暗号資産の投資には価格変動のリスクが伴います。特に短期間で大きな価格の上下が起こることがあります。したがって投資を行う際には、しっかりとリサーチを行い、ご自身のリスク許容度を確認した上で判断をするということが大切になります。投資は自己責任で行うものであり、他の人の意見や情報に左右されず、ご自身で納得してから行うようにしましょう。この動画はあくまで情報提供を目的としていますので、最終的な投資判断はご自身で行っていただくようよろしくお願いいたします。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございました。